今日はお祝いする時の曲を作るスタイルに簡単譜を足したスタイルを解説していくよ。チャンネル登録者が1000人を超えたから、それをお祝いするテーマを選んでみた。最初の動画からちょうど半年での達成だね。かなりいいペースで成長したんじゃないかな。この機会に今後のチャンネルの展望とかを語ってみようかと思うんだけど、先にスタイル解説を終わらせちゃおう。今後の話は動画の最後にするよ。今日のテーマは1000人突破をお祝いするような曲を作るスタイルと、お祝い気分をさらに高めるために簡単譜、つまりびっくりマークをつける効果について解説するよ。スノは記号も文字として認識する。びっくりマーク1文字でもスタイルとして機能するよ。びっくりマークスタイルはアップテンポでドラムを強める効果がある。そして他のスタイルの末尾につけても似たような効果を出すことが多いよ。例えばハッピーはハッピーよりもアップテンポでドラムが強調される。そこまで効果は強くないから、強いスタイルにびっくりマークをつけても変化は少ない。でも弱いスタイルにびっくりマークをつけてみると曲調が大きく変わることもあるよ。今日解説するスタイルはハッピー、セレモニーパーティー、コングラチュレーション。まずはこのスタイルがどんな曲を生成するか、インストとボーカル曲で聴いてみようか。お祝いする曲を作るスタイルに簡単譜を足した時の効果を聞いてもらったよ。ハッピーは明るくアップテンポな曲を作る。明るい曲を作る時の定番のスタイルだね。頭文字大文字にしないと効果が出ない。それが唯一の注意点と言えるかな。セレモニーパーティーはセレモニー、式典の厳粛な雰囲気とパーティーの楽しい雰囲気を合わせた曲調。クラシカルで明るくドラムの強い曲になる。ちなみにセレモニーもパーティーも単独で使っても効果があるスタイルだよ。ただどっちも頭文字大文字にしないと効果がないから、その点は注意だね。コングラチュレーションはアメリカンで明るくドラムを強調した曲になる。ただこのアメリカ要素はおそらくコンガを学習してしまっているっぽい。間違ったコンガ効果がどの程度出るかは曲を生成するたびに大きく変わるから、効果がかなり安定しないのが欠点だね。ほぼコンガの曲調になっちゃうこともある。コングラチュレーションも頭文字大文字必須。一般的な英単語はだいたいこうなっちゃうね。今回のスタイルはどれもびっくりマークがなくても明るくお祝い気分になる曲を作れるけど、びっくりマークを足すことでよりアップテンポにして楽しい気分を高めてみたよ。それじゃ次はこの3種類のスタイルと他の曲を混ぜた時の曲調を聞いてみようか。混ぜるスタイルは R&B、演歌、
シンフォニックメタルにしたよ。お祝いする曲を作るスタイルと簡単譜を他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。チャンネル登録者数1000人突破を祝う曲を作るスタイルとして紹介したけど、単純に明るくアップテンポな曲を作るスタイルとして普段使いできると思うよ。びっくりマークもいろいろなスタイルにつけてみると面白い変化をすることもあるかもしれないね。ということでスタイル解説は終わり。あとは最初の予告通り今後の展望を語るよ。このチャンネルは今のところスタイル解説をメインでやってるけど、なんでそうしているかというと、スタイルの知識が一番応用が効くからだよ。この単語を入れるとこんな曲になる。それは他の AI を使う時にも役立つ知識だし、 AI 抜きで音楽をやる時にすら役立つよ。音楽用語を覚えてるようなものだからね。逆にスノの機能を解説するような内容は少し仕様が変わっただけで無駄になる。どうせなら長年使える知識の方を優先したいなというのが私の考え方。もちろん毎回スタイル解説だと見る方も作る方も飽きるから、時々は別の話題の動画も作るけどね。今後もメインはスタイル解説をしていくよ。スタイル解説を今後も続けていくとなると、いずれネタ切れする日は必ず来るけど、この動画で43まで来たわけだけど、やりたいネタをやるだけで100はいくと思う。ネタ切れなんてまだまだ先の話だね。しばらくの間はスタイル解説が続くよ。まあだから今後も特に何も変わらず今まで通りの動画内容が続くよ。改めて言うほどのことでもないけど、まあ一応話しておくことにしたよ。それと最後にメタタグの話をしようか。実はメタタグの方はもうネタ切れしてる。メタタグの効果音リストを載せている。サイトは結構あちこちにあるけどさ、
本当にこれ効果を確認したのってくらいに効果の出ないメタタグしかない。自分で効果を確認したことのある効果音のメタタグを知っている人はコメント欄とかで教えてくれると嬉しいな。成功率が低かったとしてもいいよ。それじゃまたね。